王様パウロの欲しかったもの。とある王国にパウロという王様が暮らしていました。パウロは世界一お金持ちな王様です。パウロが欲しいと願えば手に入らないものはありませんでした。でも最近パウロは不満でいっぱいです。パウロは手に入らないものがないはずなのに、ずっと何かを欲しいと思っていました。でもその何かが何なのかわからず、パウロはイライラし、ジーン大臣に声をかけます。ジーンよ、わしが欲しい何かを用意せよ。何かとは何でしょう。それがわからないから困ってるんだ。パウロ自身にも分かっていない何かを手に入れるため、ジーン大臣は王国を駆け回りました。ジーン大臣は一番人気の車を持っていきました。この最新の車なら時速200キロで世界中を旅できますぞ。これこそ王様の欲しいものに違いない。そうジーン大臣は自信満々でした。ところが、車なんてもう何十台も持っている。今さら新しい車なんていらん。パウロはジーン大臣を怒鳴りつけました。どうやら最新の車はパウロの欲しい何かではなかったようです。その後もジーン大臣はいろんなものをパウロのために用意しました。これは世界で一番ピカピカ輝く宝石です。こちらは人気がありすぎて売り切れになり、どこに行っても買えないおもちゃです。これはさらにすごいですよ。食べるとほっぺたが落ちると言われている世界一おいしいケーキです。これだけ用意すれば王様の欲しい何かも見つかるだろう。そうジーン大臣は考えていました。ところが、こんなものどれもわしの欲しい何かじゃない。ジーン、お前はクビだ。そんな。こうしてジーン大臣はクビになってしまいました。新しい大臣がやってきても、パウロは欲しい何かを手に入れるためわがままを言い続けました。なんでみんな何かを見つけられないんだ。もうみんなクビだ。パウロのわがままはどんどん激しくなります。すると新しい大臣だけではなく、パウロの周りから次々と人が離れていきました。気づけばパウロの周りには誰も人がいなくなっていました。それどころか国民からわがままな王様だと批判され、パウロは王様の仕事をクビになってしまいました。
当然王様で亡くなったパウロを助けてくれる人はいません。パウロは住む家を失い、ゴミ捨て場で暮らすようになりました。王様だった頃はあんないい城で暮らせていたのに、今はゴミ捨て場暮らし。わしも落ちぶれてしまったものだ。パウロはわがままばかり言っていたことを心の底から深く反省しました。次出会った人には絶対にわがままを言わず親切にしようと心に誓います。パウロがゴミ捨て場を漁っていると、どこからか泣き声が聞こえてきました。パウロは気になって泣き声のする方に向かっていきます。それを見つけ、パウロは驚きました。なんてことだ、ゴミ捨て場に捨て子の赤ちゃんがいる。パウロは慌てて声を上げました。お母さんかお父さんはおらんのか。捨て子だ。赤ちゃんが捨てられておるぞ。しかし誰も面倒な捨て子になんて関わりたくありません。通りがかった人はみんなパウロと赤ちゃんを無視しました。誰も赤ちゃんを助ける気がないというのか。パウロは赤ちゃんを見て人事のようには思えませんでした。それに次出会う人にはわがままを言わず親切にしようと誓ったことを思い出します。パウロは覚悟を決めました。こうなったら今日からわしがパパだ。わし一人でこの赤ん坊を育ててみせる。こうしてパウロと捨て子の赤ちゃんの新しい生活が始まりました。まずパウロは赤ちゃんに名前をつけます。お前の名前は今日から愛だ。よろしくな、愛。愛と呼んであげると赤ちゃんは嬉しそうにキャッキャッと声を上げました。赤ちゃんを育てるのはとても大変なことです。赤ちゃんはお腹がすくと泣き、おむつが汚れると泣き、理由がなくても泣きます。パウロはてんてこまいになりながら寝ずに愛のお世話をしました。ああ、眠い。でも愛に親切にすると決めたのだから仕方ない。赤ちゃんを育てるにはお金が必要です。パウロはお金を稼ぐため愛を育てながら働き始めました。働くなんて初めてだ。仕事は大変だけど、これでお金が稼げるなら仕方あるまい。赤ちゃんのミルク代を稼ぐため、パウロは必死に働きました。赤ちゃんはすくすく大きく育つものです。
気づけば愛は赤ん坊から幼稚園児にまで成長していました。パウロはお金を稼ぎ、愛と小さな家へ引っ越します。狭く小さな家ですが、パウロは不思議と不満を感じませんでした。大きくなれば子供だって言葉をしゃべります。当然、パウロと愛は喧嘩をすることがありました。お父さんなんて大嫌い。わしもお前のことなんてもう知らん。大喧嘩をして愛が家を出て行きます。パウロは赤ん坊なんて拾うんじゃなかったと後悔しました。でも人間って不思議です。あれだけ喧嘩をして嫌いあっても、時間が経てば気づくと仲直りしています。愛がしぶしぶ家に帰ってくると、パウロはキッチンにいました。ただいま。おかえり。あれ？この匂い？今夜はお前の大好きなオムライスだ。早く手を洗ってきなさい。うん。少しの間だけ捨て子を拾ったことを後悔したパウロ。でも今はそんな気持ちなんて少しもありませんでした。愛が小学生になると、パウロは勉強の面倒を見てやるようになりました。つまりここは足し算だからここを足して。お父さん、この計算間違ってるよ。これはお前に教えるためにわざと間違えたのだ。お父さんったら。愛が中学生になると恋を知り、人を好きになるようになりました。パウロは愛のことを見守ります。バレンタインのチョコ、好きな人に渡せなかったんだ。ダメだな、私。代わりにわしが食べてやる。愛の手作りチョコは世界一美味しいチョコだ。お父さん、ありがとう。愛が高校生になると、将来の夢が決まってきました。私、お父さんみたいに捨て子のお世話をする仕事に就きたいの。お父さんは賛成だよ。精一杯やってごらん。愛が大人になると、時には仕事で失敗することもありました。また失敗して先輩に叱られちゃった。今夜はオムライスにでもするか。いっぱい食べて元気を出しなさい。うん。そしてついに愛は運命の人と出会い、結婚することになりました。しかしパウロはその結婚相手にびっくりします。なんと結婚相手はあの首にしたジーン大臣の息子だったのです。ジーン大臣と再会し、パウロはまず頭を下げました。あの時はわしが悪かった。ジーンよ、本
当にすまなかった。パウロが頭を下げ続けると、ジーンはぽつりとつぶやきます。愛さんを育てられて、王様も成長されたのですね。ジーン。ジーンはパウロのことを許し、結婚を認めてくれました。こうして愛はジーンの息子と結婚し、家を出て行きました。お父さん、今までありがとうございました。元気にな。幸せになるんだぞ。愛が家から出て行くと、狭いと感じていた家が急に広く感じるようになりました。これでわしもまた一人ぼっちか。でもパウロは一人ぼっちになりませんでした。なぜなら愛が孫を連れて遊びに来てくれるようになったからです。じいじ、一緒に遊ぼう。わしもついにおじいちゃんか。パウロは幸せでいっぱいでした。冬の寒いある日、パウロは寿命を迎えようとしていました。ベッドで横たわるパウロ。でもパウロは一人ぼっちではありません。なぜなら周りにたくさんの家族がいたからです。お父さん、辛いところはない？ああ、大丈夫。大丈夫だよ。そういえばジーンさんから聞いたの。お父さんって昔自分でもわからない何かが欲しかったんでしょ？ああ、そういえばそんなこともあったな。お父さんはその欲しかった何かを見つけられた？そうだな。わしの欲しかった何かとはきっと。こちらを見つめてくる愛にパウロは微笑みかけます。きっとあの日お前と出会ったあの時からもうわしは何かを手にしてたんだ。その何かってもしかして？ああ、そうだよ。ずっと欲しかった何か。人はそれを愛と呼びます。パウロはずっと欲しかったもの、大切な愛を抱きしめて静かに眠りました。